KK エクスターナルボイスエディター SBV2 について。前回は恋活本編の音声データを声優さん風の音声にしてキャラスタジオのタイムラインで使用する方法を紹介いたしました。今回はそこからさらに進化して恋活以外の外部音声データを使えるようにしてAI でテキストから音声データを自由に作成するツールを作成いたしました。それが KK エクスターナルボイスエディター SBV2 です。今お聞きいただいているこの音声が実際にこのツールで作成して恋活のキャラスタジオで作ったものです。恋活のボイス機能は生成 AI によって限界を超えて無限の領域へと到達いたしました。それでは KK エクスターナルボイスエディター SBV2 のインストールから説明してまいりましょう。KK エクスターナルボイスエディター SBV2 のインストールについて。まず最初に前回の動画で紹介したキャラスタジオ音声モッドチュートリアルを見て恋活側でモッドを使える状態にしておくのが前提よ。前回の動画を見ていない人は URL を備考欄に貼っておくから見ておいてね。それじゃあ本題ね。まずインストールする PC には最低 25GB の空きが必要になるわ。容量を確認したら GitHub からインストールバッジをダウンロードするのよ。GitHub の URL は備考欄に貼っておくわ。ZIP ファイルをダウンロードしたら解凍するのよ。そして中のバッジファイルをインストールしたいフォルダに置いてね。あとフォルダ名は日本語にしないようにしてね。日本語のフォルダ名だとうまく動かない場合があるわよ。それじゃあインストール KK エクスターナルボイスエディター SBV2 バッジをダブルクリックしてインストール開始よ。必要なものをダウンロードしてインストールするから数分かかるわね。エンバイロメントセットアップイズコンプリートと表示されたらインストール完了よ。ウィンドウを閉じて次は起動させるわよ。KK エクスターナルボイスエディター SBV2 フォルダを開いて APP バッジをダブルクリックして起動よ。初回起動の時は学習済みの恋愛モデルをダウンロードするからまたここで数分かかるわよ。次の起動の時に音声合成モデルの更新がなければこのフェーズは省略されるわよ。音声合成モデルのダウンロードが終わるとブラウザが自動的に起動して KK エクスターナルボイスエディター SBV2 の画面が表示されるわ。お疲れ様。これでバッチリ起動完了よ。次は使い方の説明よ。恋活外部音声ツールの使い方について。それじゃあ恋活で外部の音声ファイルを使う方法を説明するね。KK エクスターナルボイスエディター SBV2 は恋活外部音声と音声合成のタブで表示を切り替えるの。起動したら恋活外部音声のタブが表示されているはずよ。ボイス一覧にすでに登録されているのは恋活から取り出したタイトルコールのサンプルなのよ。ボイス一覧のレコードをクリックするとその音声ファイルの情報が下に表示されるわね。音声ファイルの再生もできるわよ。モデルと性格を選択してリロードボタンを押すとボイス一覧の内容を絞ることもできるわね。編集メニューで順番を変えたり追加変更削除ができるわ。パスとファイル名は正確に入力する必要があるの。インストールしたフォルダの中にユーザーデータがあるでしょ。
このフォルダの中に音声ファイルを保存して登録するのだけど、このフォルダ以降のフォルダ名を正確にね。ファイル名も同じように正確に入力するのよ。音声ファイルで使用できるのは圧縮して小さくできる OGG 形式と無圧縮の Wave 形式なのよ。長い音声ファイルは読み込めに時間がかかるから圧縮できる OGG 形式がおすすめなの。登録した音声ファイルを恋活のキャラスタジオで使うには音声モッドとして適切な場所に書き出す必要があるの。外部音声ファイル出力開始ボタンを押すと選んだ場所に音声モッドが書き出されるの。あとは恋活起動ボタンを押してキャラスタジオを起動すれば登録した音声ファイルがボイスの中に追加されるわ。これ以降は前回の動画で紹介したキャラスタジオ音声モッドチュートリアルと同じだから、わからなかったらそちらを見てね。これで恋活外部音声の説明は終わりなの。次は音声合成の話をするわね。音声合成ツールの使い方について。ここからはさ、ユーザーくんにテキストから声優さん風のさ、音声ファイルを合成する方法を説明するね。音声合成を押してさ、タブで表示を切り替えて、それからさ、モデル一覧から声優さん風学習済み AI 音声モデルを選ぶの。そしてね、ロードボタンを押すの。それからね、喋らせたいセリフをテキストに打ち込むの。とりあえずこれで音声合成ができるから、音声合成ボタンを押してみて。ほら、音声ができたでしょ。できた音声を再生して聞いてみて。早口だったりもう起きたかったらテキストに改行を入れるといいよ。いい感じになったらライブ音声を送るボタンを押すと、音声ファイルが指定した場所に書き出されて、ライブ音声のボイス一覧に登録されるよ。現在の設定を保存しておきたい場合はさ、設定保存ボタンを押すといいよ。保存した JSON ファイルは設定開くで開くと、保存した設定を再現できるよ。ユーザーくんはさ、どんなセリフを言わせたいのかな。最後にいいこと教えてあげるね。ユーザーデータ、フォルダと ADT、デミ、ファイルをコピーしておけばバックアウトになるよ。戻したいときはそのまま上書きでいいよ。これからどんなものができるか楽しみだね。それじゃご視聴ありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。